夜一日が終わる。今日も仕事を終えた。食事を済ませ、少し画面を眺め、欲しかったものも一つ買った。やるべきこともやり、楽しみも一通り手に入れたはずだった。それなのに部屋で一人になると心のどこかがまだ足りていない。手に入れた喜びは思ったより早く薄れる。薄れたと気づく頃には次に欲しいものがもう目に入っている。埋めてもまたかける。あれほど望んだものを手にしたのになぜ心はまた乾くのか。この乾きを2500年前にたった一人で追いかけた人がいる。その人の名をガウタマ・シッダールタという。後に目覚めた者、ブッダと呼ばれる人物だ。しかし、その出発点にいたのは聖者ではなかった。答えのない渇きを抱えた一人の人間だった。彼は古代インド北部にあった釈迦族の王家に生まれた。欲しいものは何でも手に入る暮らしの中にいたと語り継がれている。着るものも食べるものも遊びも何一つ不足はない。しかし、それでも彼の心は満ちなかった。すべてを手にしたはずなのに、彼の心はなぜか乾いていた。その乾きの正体がどうしてもわからない。ある時豪華な暮らしの中では見えずにいた一つの当たり前に気づく。どれほど富を積んでも自分もまた老い闇いつか終わりを迎える身なのだと。その気づきが彼を何一つ不自由のない宮殿から外へと押し出していった。その日から彼は答えのない問いを抱えて歩き始めた。渇きとは何か。なぜ満たしても消えないのか。どうすればそこから自由になれるのか。これからその一部始終を順にたどっていく。もしいくら手を尽くしても消えない悩みを抱えているなら、彼の歩いた道は一つの手がかりになるかもしれない。悩みを消すのではなく見る。そのもう一つの向き合い方まで一緒に歩いていく。すべては彼が宮殿を出た日から動き出す。まずは彼が最初に見たものから始めたい。宮殿を出た彼がまず見つめたのは誰もが目をそらす三つの姿だった。老いた人、病んだ人、息を引き取った人、どれも特別な不幸ではない。順番の違いはあってもすべての人がいずれ通る。どれほど富や力があっても止められない。老いたくないと願っても時間は進む。病みたくないと願っても体はこちらの都合を聞かない。彼が掴んだのは、苦しみの正体は痛みそのものではないということだった。痛みの奥にある思い通りにならないという性質。望んでも得られず望まないものが訪れるあのどうにもならなさ。それこそが人を根本で苦しめている。ここに悩みという言葉の隠れた仕組みが見えてくる。人は苦しいから悩むのではない。思い通りにならない現実をそれでも思い通りにしようとするとき、悩みは生まれる。手放せないから握り直そうとする。だからこそ人間関係の悩みも仕事の悩みも根は一つの場所につながっている。その根を彼は長い観察の末にある一つの比喩で言い表した。後に燃焼鏡と呼ばれる説法だ。すべては燃えていると。目に映るもの、耳に届く音、心に浮かぶ思い、その一つ一つが火のように燃えている。なぜ燃えていると言ったのか。ここに悩みが消えない理由の入り口がある。石ころなら拾って捨てればそれで済む。ところが火はそうはいかない。表面の炎を消しても灰の下にはまだ火種が残っている。少し風が吹けばまた立ち上がる。思い出してほしい冒頭のあの夜の渇きを。一つ解決したのにまた次が始まった。消したはずのものがまた熱を持った。それは悩みが石ころではなく火だったからだ。
彼自身の内側も同じように燃えていた。だからこそ次の問いは彼にとって人事ではなかった。この火は何を燃料にして燃え続けているのか。答えを探し始めたシッダールタが最初に選んだのは力ずくの道だった。当時悟りを求める者たちは苦行に打ち込んでいた。体を極限まで追い込み、欲望そのものを断とうとする道だ。息を長く止める、何日も食を断つ、眠らず立ち続ける。欲望が苦しみを生むのなら、欲しがる体そのものを痛めつけて黙らせればいい。彼もその道に誰よりも深く入っていった。後に彼はこう振り返っている。断食は骨と皮になるまで続いた。腹に触れれば背骨に届き、背に触れれば腹の皮に届くほどに命の際まで自分を追い込んだ。しかし、いくら体を痛めつけても心の渇きは少しも薄れない。それでも彼は修行の手を緩めなかった。とうとう限界が訪れる。衰弱しきった彼はある日、道の傍らで倒れた。そこを通りかかった人が一杯の粥を差し出したと伝えられている。その一さじの温かさで彼はようやく我に返る。これほど自分を痛めつけても心の渇きは少しも静まっていない。体は限界なのに火はなお燃えている。ここで彼は決定的なことに気づいた。消そうと力むほどなぜか火はしぶとくなる。消し方そのものが間違っていたのではないかと。その気づきから彼の目は消すことから見ることへ移っていく。そして火を燃やし続けているものにはっきりと名前を与えた。喉が渇くように心が何かを求めてやまない。この尽きない渇きを彼は渇愛と呼んだ。渇愛はただ好きという気持ちとは違う。次の何かを生み出し続ける生きた力だ。一つ手に入るとその手応えを燃料にしてまたすぐに次が欲しくなる。不思議なことに現代の脳科学もこれとよく似た働きを見つけている。神経科学者のシュルツらは報酬に反応する脳の信号を調べ、それが何かを手にした瞬間ではなく予想と実際の差に反応して強まることを突き止めた。つまり期待を超えた時だけ信号は大きく発火する。同じものを繰り返し得ると脳はそれを予測してしまい発火は静かになる。だから昨日と同じではもう届かない。同じ満足を保つには前より大きな刺激がいる。彼が心の内側で見つめた渇きと脳の外側から見た働きが静かに重なってくる。ではその渇きはどのような状態で現れるのか。彼はそこに3つの形を見分けていた。1つ目は感じる心よさへの渇き。美しいもの、心地よい音、舌の上の味わい、あれをもう一度と手が伸びるあの感覚だ。2つ目はあり続けたいという渇き。例えば昇進の知らせに安心したのに翌朝にはもう次の評価が気になっている。あの落ち着かなさが自分の存在そのものへ向かう渇きになる。そして3つ目はその裏返し。今のこれをなくしてしまいたいという渇き。今の自分から今の場所から離れて消えたいと願う。逃げる方向にも渇きは働く。ここまで来て彼は自分の過去を見つめ直したはずだ。骨と皮になるまで体を痛めつけたあの苦行も実は3つ目の渇きだった。今の自分を消してしまいたいという願いが力ずくの修行を突き動かしていた。消そうとする行為さえ火の燃料になっていた。だとすれば火が大きくなるのはどの瞬間なのか。彼は渇きが燃え上がる流れを3つの段階に分けてみた。はじめに感じる。何かに触れて心地よい、あるいは心地悪いと受け取る。次に乾く。心地よいものには手を伸ばし、
心地悪いものには背を向ける。最後に掴む。伸ばした手でそれを自分のものとして握りしめる。火を大きくしているのは真ん中の渇きではないと彼は見抜いた。問題は感覚そのものにあるのでもない。それを自分のものとして喜び握りしめるあの最後の一つかみが火を育てる。ここでも現代の研究が同じ場所を指している。神経科学者のバーリッジらは脳の中の心よさを感じる仕組みと欲しがる仕組みが別の系統で動いていることを示した。好きだから欲しいとは限らず、欲しいから好きとも限らない。だから大して好きでもないのに欲しくてたまらないということが起こる。手応えが去っても欲しさだけが居残り、掴む手だけが止まらなくなる。この掴むという行いを彼は火の比喩でもう一段深くした。彼は言う。掴むことは火に薪をくべることだと。乾いた草を枝をくべ続ける限り火は燃え続ける。くべる手を止めれば燃料が尽きて火は静かに落ちていく。私たちの渇きも全く同じだ。手に入れた瞬間のあの手応え、それは本物だ。ところがその本物の手応えそのものが次の薪になる。つまり手に入れることは火を消す行いではなかった。火に薪をくべる行いだった。しかも脳はまだ来ていない先を先回りして描き続ける。今足りていてもこれから訪れる不足を勝手に思い描く。だからもう一つ備えたくなる。満たしても満たしたそばから脳は次の不足を探し始める。ここまで来ると火の正体がはっきり見えてくる。木は外から燃やされていたのではない。手に入れるたびに私たちは自分の手で薪をくべていた。彼はそれを自分自身の失敗を通して知った。宮殿で何を手に入れても乾いた。森で体を痛めつけても乾いた。満たす道でも立つ道でも彼はずっと自分の手で薪をくべていた。これがあの夜の渇きの本当の理由だった。悩みが消えないのは消そうとするたびに薪をくべていたからだ。しかし腑に落ちないことが残る。自分で薪をくべているならなぜそれに気づけないのか。彼はその見えなさにも名前を与えた。無明。物事の本当の姿が見えていない状態だ。無明とは知識が足りないことではない。どれほど物知りでも燃えている最中の自分の手は見えなくなる。火が燃えているとき、人は火だけを見つめる。薪をくべる自分の手は目に入らない。何かを欲しているとき、人は欲しいものだけを見ている。欲しがっている自分の仕組みは見えていない。この見えなさが続く限り手は動き続ける。だが裏を返せばそこに出口がある。薪をくべているのが自分の手だと見えた瞬間、その手は初めて止められるようになる。苦行を捨てた彼は一本の菩提樹の下に静かに座った。もう体を痛めつけもしない、欲望に流されもしない。ただ自分の心を内側から見つめ続けた。そこで彼はこれまでの歩みの全体を見通す。ずっと外側を変えようとしていた。宮殿の快楽で渇きを満たそうとした。森の苦行で渇きを断とうとした。けれど変えるべきだったのは外ではなかった。薪をくべ続けるこの自分の手だった。外を変えようともがくのをやめ、内側でくべ続ける手をただ静かに見つめる。この一点にたどり着いたとき、シッダールタという一人の人間は目覚めたもの、ブッダになった。その気づきとともに答えが静かに姿を現す。渇きを消せではない、渇きを見よだった。手がかりは遠い記憶にあったと伝えられている。まだ幼い頃、木陰に座り何も求めず、
ただ心が澄んでいたあの感覚。力んで掴むのでも力んで立つのでもない間の静けさ。彼はそこに道を見た。そのどちらでもない力の抜けた状態にこそ答えがあると彼は気づいた。心地よいものをただ追いかけるのをやめる。そしてそこにある移ろいや後に残る渇きの方を静かに見つめる。すると渇きは力ずくで消さなくても自然に薄れていく。火を叩き消そうとしなくていい。薪をくべる手に気づけばいい。気づいたその手は少しずつ止まっていく。この静まった状態を彼は涅槃と呼んだ。もともと吹き消すという意味を持つ言葉だ。ただし火が魔法のように消えてなくなることではない。くべる薪が尽きて燃えるものがなくなること。それが涅槃という言葉の指す静けさだった。だからそれは亡くなった後に行く遠い天国のことでもない。今生きているこの時間の中で心の火が静まることを指している。ただし消し方には加減がある。それを彼はある弟子に説いた。かつて弦の楽器の名手で今は修行に励みすぎてかえって前に進めなくなった弟子だった。弦は張りすぎても緩めすぎても良い音は鳴らない。ちょうどよく張られた時だけ澄んだ音が生まれる。心もそれと同じだと。力めばその力みが新しい火種になる。放っておけば火は燃え続ける。張りすぎず緩めすぎずただ見る。彼は後にこの歩き方を4つの真理として整理し人々に説いていく。ではこの見るを私たちの日常にどう下ろせばいいのか。試せることが一つある。一日の終わりに今日自分が追いかけたものを一つ思い返す。そして静かにこう問いかける。それを手に入れた後、心は静かになっただろうか、それともまた次を探し始めていただろうかと。静かになるものは多分いるものだった。次を探し始めるものは多分渇きだった。この問いで薪をくべる手が少しだけ止まる。すべてを持っても渇き、すべてを断っても乾いた一人の人間が最後にたどり着いたのは消すことではなく見ることだった。菩提寺の下でブッダは初めて渇きの構造を丸ごと見通したと伝えられている。その見え方を生涯をかけて人々に説き続けた。初めの問いに戻ろう。なぜ悩みは消えないのか。答えはもう出ている。私たちが悩みを消そうとしてきたからだ。手に入れて消す、埋めて消す。ところがその手に入れる行いそのものが火に薪をくべていた。彼が残した言葉が法華経に伝わっている。渇きに打ち勝ったものからは悩みが自然にこぼれ落ちていくと。打ち勝つとは力ずくで消すことではなかった。くべる手を見てそっと止めること、ただそれだけだった。覚えておきたいのはたった一つだ。渇きを消せではない。渇きを見よ。火は一度には消えない。長い間くべ続けた薪はすぐには燃え尽きない。けれど次の薪をくべる手は今日この瞬間にも止めることができる。その手をただ見つめることからすべては変わり始める。インテリジェンスキュレーターは膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。